皆さんこんばんは、ミックです。今日は11月3日、11月に入ったということで、新しいクリスマスツリーを購入したので開封していきたいと思います。10月ね、1ヶ月間ここにねツリー出してて、ハロウィンツリーとして飾り付けしていたかなと思うんですけど、そのツリーは何年も使っていて結構お気に入りではあったんですけど、ここ数年私が旅先でちまちまと購入してきたオーナメントが大量になり、それで今まで使っていたツリーに今持ってる全てのオーナメントが飾りきれないほどになってきたので、新しいツリーを買い替えました。今ここについ最近届いたクリスマスツリーがあるんですけれども、今夜はクリスマスツリーを飾り付けて、そしてオーナメントも飾っていこうと思います。よし、じゃあ開けていこう。今回私がいろいろ調べて買った新しいツリーは、ポーランドで製造されているクラレックスというブランドのスレンダークリスマスツリー180センチです。ちょっとツリーとしてはお高めだったんですけど、こちら高級クリスマスツリーということで、葉が本物そっくりっていうのと、あとは圧倒的な枝数っていうところに惹かれて購入しました。通常のツリーの平均の約 1.6 倍の枝数があるらしいので、私が持っているオーナメントをね全部飾れるんじゃないかと思って、こちらのクラレックスのクリスマスツリーを選びました。では開けてみよう。どんな感じなのかな。オープン。わ、すごい重っ。ちょっとプラスチックな感じの部分と、よくあるクリスマスツリーみたいな、なんていうんだろうね、こういう質感のもの、それが2種類ブレンドされてるクリスマスツリーです。で、このプラスチックの部分が先端の方についてるので、これがすごく本物感を出してくれるんだと思います。すごいわ、これ枝数とかも全然違うわ、今まで使ってたのと。それで土台が入っているので、すごい組み立て簡単そう。この土台を組み立てて上にこうどんどん差し込んでいくだけですね。で、今からねこのツリーを組み立てていこうと思うんですけど、今年はね新しいツリーを買ったということで、クリスマスツリーをもう今まで以上に豪華なものにしたいなと思って、こちらを用意しました。これは何かというと、電池式のワイヤーのミニ電球ですね。12メートルのミニ電球、これをですねこういう感じでもいっぱい買ったんですよ、アマゾンで同じものを。で、私も本当に無類のクリスマス好きで、皆さんねそれは知ってると思うんですけど、2年前にドイツとフランスのクリスマスマーケットに行った時に、もうたくさんのクリスマスツリーを見て気づいたことがあるんです。今までねクリスマスツリーはもうオーナメントのことばっかり考えていたんですけど、ツリーに沿わせるライトっていうのを、だいたいこういうやつをねニトリとかで買って、こう周りにねこう巻きつけていたんですけど、なんていうんだろう、ヨーロッパのクリスマスツリーってこの表面だけじゃなくて奥までライトが入ってて光ってるんですよ。それはオーナメントもしかりなんですけど、表面だけに飾ってるんじゃなくて、奥の方にライトとかオーナメントを仕込むことでツリーに奥行きが出て、よりまばゆくより豪華に輝くということが分かったので、今年は葉にねもうちまちまこのワイヤーのライトを絡ませていって、まばゆいクリスマスツリーを作っていきたいと思います。これをねクリスマス終わった後片付けることを考えると本当に末恐ろしいんですが、めんどくさいことの先に可愛さが待っているということでやってみたいと思います。はい、ライトつけ終わりました。下にね台をね可愛く隠すためのザラホームで買ったマットを敷き、細いワイヤーのライトのコードをぐるぐるツリーに全部巻きつけました。めちゃくちゃ時間かかった。始めたの9時半なんですけど、今1時半です4時間ぐらいかかってる。もう頭が回ってないんですけど、12メートルのライトコードを10本つけてます。
だからかもうめちゃくちゃキラキラです。奥の方までね全部ライトくぐらせて頑張りました。で今日は本当はねこの後にオーナメントもつけたいと思ってたんですけど、あまりにもライトコードをつけるのに時間かかったので、明日ちょっと朝早いから一旦これで今日のところは終わりにします。大変だったけど理想通りの感じにライトつけれてよかったです。そしてこのクラレックスのツリーめちゃくちゃいい。枝数多いし、なんか本当のツリーみたいな感じで、これ買って本当に良かったです。ではまた後ほどオーナメントつけるとして、今日のところは寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今日は11月4日の今7時半前です。準備して、今から外に出るところなんですけど、今日から前々からね Vlog でお話ししていた、ヒンクヌックのクリスマスリース作りが始まります。はい、そのために早起きしてこれから制作現場の方に向かうんですけど、11月は週に3日ぐらい場所をお借りしているところでクリスマスリースを作っていきます。いよいよ念願のというか私のものづくりの第一歩が始まるということなんですけれども、フィンランド一人旅夏に行った時に最後の方で自分はねものづくりをして生きていきたいんだなっていうのをその旅で気づかされたんですけど、それの第一歩となるかもしれない今日は記念すべき日です。自分がね将来どういう風に夢に向かって進んでいくのかまだはっきりとは分かっていないんですけれども、まずは自分の大好きなリース作りから始めてみようということで、毎年自分のためだけに作っていたクリスマスリースを今年は欲しいなと思ってくださる方に届けたいという気持ちで心を込めてクリスマスリースを作っていくということになりました。気合を入れて頑張っていきたいと思います。ちゃんとねこのクリスマスリースを作るようにリーバイスでエプロン買ったりとかしてました。これを今年だけじゃなくて来年再来年着れたらいいなという思いで、ちょっと形から入るみたいな感じでエプロンを買ったりとかあとはねもうこっから何十個何百個とリースを作っていくので、絶対腰が痛くなるだろうと思ってこの腰に巻くねベルトみたいなの買ってくれたんですけど、これを腰に巻くと腰がねこうグッとまっすぐ立って負担がねあんまりかからないっていうやつ、これもね持っていこうと思います。緊張するな。なので今月は週に3回ぐらいクリスマスリースをね朝から晩まで作りに行くんですけど、その制作日がいつも Vlog を撮影している曜日と丸かぶりしているので、今月はねちょっと Vlog 本編部分がねいつもよりもちょっと短くなっちゃうかもしれないんですけど、なるべく動画でちゃんと頑張ってリース作りでちゃんと頑張るっていう風にやっていきたいなと思ってます。なので温かい目で今月は見ていただけると嬉しいです。はい、それでは私のものづくりへの挑戦第1日目スタートです。行ってきます。1日目お疲れ様でした。ありがとうございます。ボロボロなんですけど、明日も頑張ります。はい。おはようございます。9時半前、リース作りデイ2、今日も6時まで。目標は20個です。頑張ろう。目標20個届かず12個作りました。お疲れ様でした。帰ります。おやすみなさい。おはよう
ようございます。リース作り Day3。昨日は目標20個だったんだけど12個しか作れなかったので、今日は15個目指して頑張っていきたいと思います。頑張るぞ。おはようございます。今日は11月7日金曜日の朝8時半です。昨日まで3日間クリスマスリース制作をしに行ってて、合計何個かな、40個いかないぐらい作成することができました。この後もね、来週再来週で続いていくので、初めの週だったから慣れないこともあったし、リースを作るペースもねつかみきれてなかったので、1日平均12個ぐらいで作ることができて、もうほんとその3日間は慣れないことの連続だったので、お家に帰ったらすぐ寝ちゃって、なので全然お家の Vlog 撮れてなくって、朝からツリーにオーナメントを飾り付けて、今日の動画はねクリスマスツリーデコレーションで締めたいと思います。で、この辺にね全部自分が持ってるオーナメントを並べてみたんですけど、独身時代からもうずっと集めてきたオーナメント、このオーナメントは私の宝物なんですけど、旅の思い出とかそういうのが全部詰まったオーナメントを一個一個紹介してからツリーに飾り付けたいと思います。全部ねどこで買ったか言えます私それぐらい思い出のあるオーナメントだから、ちょっと皆さんにも見てほしいなと思って駆け足でね紹介して飾り付けて、クリスマスリース作りでバタバタしてますが、自分のお家のクリスマスの準備も進めていきたいと思います。それではクリスマスデコレーションスタートです。はい、私が持っているオーナメント紹介していきたいと思います。どれぐらいあるだろう、30個ぐらいあるのかな、30個40個ぐらいオーナメント持ってるんですけど、本当にねたくさん可愛いものあるので、一個一個ちょっと皆さんに見せていきたいと思います。まずはね、10年前ぐらいからずっと持ってるフランフランとかニコアンドとかで購入したボールタイプのオーナメント、メリークリスマスって書いてあるラメ入りのものとか、こういう感じの糸でできたボーダーのボールだったりとか、こういう赤緑のクリスマスっぽいやつだったり、ガラスの中になんかちょっと綿みたいな入ってるオーナメント、中に何か入ってる系のものだったらこれもあります。赤い星みたいなやつですね。あとはキラキラ、緑のキラキラとピンクのスパンコール、白地にゴールドのキラキラの柄が入ってるのとか、クリスマスっぽい白地に赤のボーダー、はい、この辺はもう全部10年前独身時代に揃えたものです。あとはこちら、これ結構高級感あるんですけど、ガラスのオーナメント、代官山にあるクリスマスショップで購入しました。あとはフライングタイガーで買ったもの、これクロワッサンですね。周りにカラースプレーがついてるクロワッサンのオーナメント。あとはドーナツ、フライングタイガーはねこういう食べ物系のオーナメントが可愛くてお手頃なのでおすすめです。あとはね、去年ザラホームでこういうウール系のオーナメントもいくつか買ってました。これはホットココアかな、太鼓のオーナメントとスノーシューズのオーナメント、大きなベルを持ったネズミさんのオーナメントです。あとイッタラのオーナメントもいくつか持ってて、これ初めてフィンランドに行った時にアラビアン&イッタラデザインセンターで買ったんですけど、秋の野菜のガラスのオーナメントです。これかぼちゃ、このね底のところ、ここに「いったら」って入ってるのが可愛いんですよね。あとナス、これも可愛い。であともう一個ブドウの3個入りだったんだけど、ブドウのオーナメントだけ紛失してて、絶対このお家の中のどっかにあるとは思うんですけど、ブドウのオーナメント今行方不明です。あとはこれキツネさんのオーナメント、これもいったら去年のクリスマスプレゼントに彼がくれました。この緑のキツネさんとオレンジ、どっちもね彼からのプレゼントです。あとは旅の思い出シリーズ、これはスイスのツェルマットのお土産屋さんで買いました。中にマッターホルンのフィギュアが入ってます。この紐のところもスイスの国旗の柄なのがすごく可愛いです。あとこれサンタの帽子をかぶった結構リアルめなワニのオーナメント、これはオーストラリアのケアンズにプレスツアーで行った時にハートリースっていう動物園で購入したものですね。
その動物園にこういうワニがいっぱいいたので記念に買ったものです。このプレスツアーでのんちゃんとあいちゃんに出会い、そこからもうずっと仲良くさせてもらってます。あとはこれも結構お気に入り。これ初めてのフィンランド旅行で買ったヘルシンキって書いてあるオーナメントですね。青いボールにこういう感じでヘルシンキ大聖堂の絵が入ってたりとかして、これはヘルシンキのエスプラナーデ通り沿いにあるクリスマスショップで買いました。あとこれも同じクリスマスショップで買ったもの。ガラスの中にサンタさんが入ってます。あとこれは去年フィンランドにオーロラを見に行った時にオーロラを見れた記念で買ったものですね。犬ぞりの絵とか、あとはオーロラの絵が入ってるオーロラ見れたよ記念のオーナメントです。あと同じくレビーの空港で木製のオーナメントも買いました。なんか可愛いですよね。ほっこりする。これフィンランドの国旗も刺さってます。あとこちら、これ結構大きめなサンタのオーナメントなんですけど、これはねフィンランドにあるマイオーマイという雑貨屋さんで買ったものです。これも可愛くてお気に入り。あとはこちら、2年前フランスとドイツのクリスマスマーケット巡りをした時に購入したものです。これはストラスブールで買ったオーナメント。あとこちら、これはフランスのコルマールのオーナメントです。これドイツのシュトゥットガルトのクリスマスマーケットに行った時に買ったブリキのオーナメントです。これすっごく繊細な作りで、このミラーとかがもう本当にちっちゃくて折らないように気をつけながら保管してるんですけど、すっごく精巧な作りでとってもお気に入りです。めちゃくちゃ可愛い。これもドイツのクリスマスマーケットで買いましたプレッツェルのオーナメント。結構重いです。作りがすごくしっかりしてます。これも、ドイツのミュンヘンのクリスマスマーケットで買ったものですね。すごくシンプルなツリーのオーナメントです。あとこれめちゃくちゃ大きなケーキのオーナメント。普通のオーナメントと比べたらこれぐらい大きいんですけど、これはねフィンランドからフェリーで行けるエストニアのクリスマスマーケットで買ったものです。あとはハワイのメイシーズでサーファーサンタのオーナメント買ったりとか、サンタ帽をかぶったココナッツジュースのオーナメントとか、あとこれも同じくメイシーズで買ったグリンチのオーナメントですね。グリンチ大好きなのでお気に入りです。あとこちらはアンソロポロジーで買った気球のオーナメント。この下のところにイニシャルがついてます。これはねのんちゃんとあいちゃんにもお土産で買ったので3人お揃いで持ってます。あとこちら、夕焼けにフラダンサーの絵が入ってるオーナメント。これお母さんからねもらいました。どこで買ったのかはちょっと分かりません。ハワイで買ったのかな。あとムーミンのオーナメントもいくつか持ってて、これは去年フィンランドに旅行に行った時に買ったオーナメントです。2024年度版のアラビアのムーミンのオーナメント、はい、この裏にムーミンアラビアって入ってます。陶器で結構しっかり重めです。あとはフィンランドのマイオーマイで買った吹きガラスのムーミンのオーナメントも持ってます。すっごい可愛くてね、繊細すぎてパキって割っちゃいそうなぐらい軽くてね薄い作りなんですけど、これがムーミンパパでしょ。あとムーミンママ、スナフキン、あとミーです。可愛い。ミーはねクリップタイプになってて葉にこうやって挟むタイプのものです。あと他にもムーミンショップで買ったオーナメントがあって、ムーミンでしょ、あとはスナフキン、ミー、そしてスノークのお嬢さん、4種類が入ったボックスのものを持ってます。綺麗に箱に入れて保管してるのに、こう白いところがね色が変わっちゃってるのがちょっと残念なんですけど、でも可愛いからねまあいいかということで毎年飾ってます。あとはディズニーのオーナメントもたくさん持ってて、これはディズニーストアオンラインで購入したビアンカと大冒険の私の大好きなシーンのビアンカとバーナード、こちらも持ってます。あとは去年かな、カリフォルニアディズニーランドに行った時に買ったオーナメントも持ってます。ガラスのミッキーシェイプの大きなオーナメントの中にカリフォルニアディズニーランドのフィギュアが入ってます。ちゃんとミッキーの観覧車とかあるの、お気に入り。あとカリフォルニアディズニーランド内のスタバで小さなマグのオーナメントも買って持ってます。可愛いの、この中がサーモンピンクで、この後ろのさこのミッキーの絵が何とも言えなくて可愛いなと思ってドリーミーで大好きです。あとこちら、これは今年のんちゃんとフロリダディズニーに行った時に記念に購入したものです。ウォルト・ディズニー・ワールドのオーナメントですね。こちらもミッキー型のガラスのオーナメントの中に4つのパークのフィギュアが入ってます。
すごい可愛い。記念にということでガラスのところにニックっていう名前と、あと2025って手書きで入れてもらいました。のんちゃんも同じく書いてもらって2人でお揃いです。はい、なので今年でカリフォルニアとフロリダ2つのパークのオーナメントゲットすることができました。あとはフロリダディズニーランドで購入した眠れる森の美女のオーナメント、妖精がオーララ姫のためにケーキを作るそのケーキのオーナメントですね。あとはこちらインサイドヘッド2のオーナメント、これすごくお気に入り。めちゃくちゃ大きいんですけど、司令部の中にインサイドヘッド2に出てくるキャラが窓から顔を覗かせてて、でこの下のところに感情のボールがくっついてて、裏にインサイドヘッド2って書いてあります。ピクサーボールのオーナメント、シンプルだけどキラッキラです。すっごく可愛い。あとこちらマイエレメントのオーナメント、大好きな映画です。白雪姫のグランピーのアップルパイのオーナメント、ちゃんと後ろにスノーホワイトって書いてあって、この辺がビーズになってます。可愛いです。あとはイギリスのデパートで買ったミッキーのクリスマスキャロルのオーナメントです。こういう感じで絵本っぽい箱に入ってて、中に2つフィギュア入ってますね。ここから先はイギリス旅行で購入したもので、最近の動画でも紹介したことがあるのでサクサクお見せしていきたいと思います。まずこちらがフォートナム&メイソンで買ったフォートナム&メイソンオリジナルの2025年のクリスマスオーナメントですね。手書き感がすごく可愛いです。あとこちらもフォートナム&メイソンで、ティーポットですね。デパートのカラーの色が入った陶器のティーポットのオーナメント、イニシャルオーナメント、エブのものを持ってます。あとはセルフリッチズっていうデパートで買ったそのデパートオリジナルのミッフィーのオーナメントですね。デパートのカラーの黄色の服を着てて、そして買い物かごを持っている可愛いオーナメントです。ホットココアのオーナメントを持ってます。ホイップクリームのこの上の飾りたちがすごく細かくて可愛いです。あとはこういう感じでスプリンクルケーキのオーナメントとか、トイストーリーにも出てくる子供のおもちゃのオーナメントも持ってます。あとはイギリス旅行の記念ということでビッグベンと、あとスーツケース、ロンドンバスのオーナメント、ロンドンらしいテレホンボックスのオーナメント、クリスマスクラッカーのオーナメント、アフタヌーンティーのオーナメント、これもすっごい可愛い。あとはリバティで買ったタクシーのオーナメントも持ってます。とこういうラテが入ったマグカップのオーナメントなんかも持ってたりします。あとさくらんぼのオーナメント、あと不思議の国のアリスの聖地オックスフォードに寄った時にアリスショップでアリスのオーナメント買ったりとか、あとイギリスはピーターパンの舞台なのでフック船長を追いかけ回すチクタクワニのオーナメントを買ったりもしました。あとツリーのね隙間を埋めるのになんてことないオーナメントもいつも飾ってて、そういうのはね全部 IKEA で揃えてます。IKEA でこういうシンプルなガラスのオーナメントとか、これも IKEA、 こういう小ぶりのものも IKEA でちょこちょこ揃えてて、こういうのをねさっきの個性的なオーナメントと混ぜるとすごく華やかになるので、こういうのも使っていきます。Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. I just wanna fall in love this Christmas. I don't need a fancy watch. You can give the elves a break. No, you can't make it in the shop. You can't put it on your sleigh. You know me so well, nobody else can do what you do. I just wanna fall
paper, your ribbon and bow. I don't need that extra stuff. Oh, I just wanna fall in love. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. You know me so well, and nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. I just wanna fall in love. Fall in love. Just wanna fall in love. じゃあいいの、始まりました。最近というラジオ第45回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このラジオは私がアトリエを持ったことによって私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオになっています。今週は特別編というか、リースを作りながらラジオを配信していきたいと思います。11月に入ってやっとリース作りが始まりました。楽しい今日3日目ですね。朝の9時から6時までお借りした場所でリースをね作ってるんですけど、私がこうやってね全部飾り付けして、彼に最後のローのくず取りとか、あとはちゃんと固まってるかとか、そういう確認をしてもらってます。まあ検品ですね。本当に手作りしてるんですよね。本当に私が作ってるってことをちょっとお見せしながら、ラジオしていきたいと思うんですけど、とりあえず作りながらボソボソとラジオやっていければなと思います。今月はそういう感じかな。3回ぐらいここでラジオを撮りそうな予感するね。なのでちょっと特別編として11月はお楽しみいただければなと思うんですけれども、いや楽しいね、リース作りは。飽きないね。いやちょっと正直飽きるのかなと思ったのよ、何個も何個も作ったら、全然飽きない。リース使う素材は決まってるんだけど、個数とかは。でも配置はその時のなんていうか私の感覚でやっていくので、一つとして同じ配置がないという、そういうところがちょっとね何個作っても楽しいなっていうのにつながってるかな。今何個ぐらいできてるの？30個はいってない？30個いってないですね。いってない25ぐらい。今は何個だろう。デイ2までで、23個、今日が今6個ぐらい作ったんじゃないの、午前中。それ7個目か、30個じゃない？そうね。いやたくさん作りたいけどね、やっぱ一個一個心を込めて作ってるので、一個でも多く作るように頑張りながら、ちゃんと一個一個しっかり作るっていうところ頑張ってます。今回、結局何個ぐらいできると思ってるの？200個目標なので始まりは200個。どれぐらいかね、ちょっと分かんないの。一番最初さ、このリースを作りましょうってなって、どれくらい実際作れるのか、それは体力的にも、時間的にも、200個ぐらい頑張ってみるかみたいな感じで、想定目標ね、始まったんですが、丸10日間お借りするということで、初日が10個。いや初日はねもう刀らしいですから、で2日目が12か13、で3日目今日15ぐらい目標ですか？そうですね、ということはですよ、何個だろう。200いくかな。200は結構厳しいね数を多く作りたいけどね、速さも大事だけどね、一個一個が素敵だなっていうのが大事だよね、やっぱり。でも正直さ、この具材をおろしてくれてる人から自分で作るってさ、言って素材用意してもらったけど、言うてなんか最初の何個か作って、もうあと任せるんでしょみたいな、作業員さんみたいな、そうそう、思われてたよね。思われてたけど本当に作るの？ガチみたいな感じだったよ。真面目だねって言われた
ハンドメイドが本当に好きなんだねって言ってもらいたく。まあなんて言うんだろう、うん、あくまでビジネス的な視点で言うと、うん、これはね、普通の会社じゃ倫理は通りませんね。普通の会社ではね。ああ、そうだね。いやこの効率の時代にね。まあだからなんだってことなんだろうけど、うんうん。まあちょっと私の夢の第一歩みたいなところもあると思うんだよね。それにあなたも乗ってくれたって、その気持ちにさかけてくれたと私は思ってて、今この小さな規模のね、会社だからこそできることでもあるなとも思うわけよ。段階を踏む上でさ、すごく特別な時間を過ごしてるんじゃないかなとは思うよ。し実際に楽しいし、だからもう本当にこれをさ買ってくれる人がいて、大事にさ飾ってくれたらなんかもうそれだけで嬉しい、しさ、飾ってるところの写真とか送られてきたらちょっと泣いちゃうかもしれない。子供みたいじゃない。もうなんかあなたも検品してるからもうほぼ親の気持ちでしょ。なんかさ、俺もさその組み立てはしないけど、なんか外れそうなところ補強したり、なんかこのパーツをさあなたがすぐ作業できるように用意したりさしてるとなんかさ、なんか今まで湧いたことない感情っていうかさ、一番最初はね、時給計算しようとするとさ、こうやってらんねえよってそうなんでビジネス側の視点としては、おい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 ってもっと他にやることあるやろみたいな。動画撮れよって言いたくなるんだけど、まあ付き合ってこうやってさ、やってる中で今3日目、なんかさ、子供みたいマジで言う通り。そう子供なのよ。これ一個一個がね。そう確かにこう手作りだからさ、もしかしたらちょっと外れちゃったりとかありえるじゃん。それはそれはありえるよ。でもさそれで「はあ」じゃなくて「あらあら落としちゃって」って言って、なんか落ちちゃったのってね。そうなんかめでてくれる人のところに行ってほしいって俺ですら思ってるから。私もそう思う。で今までさそのヒンクヌンクで出してきた商品全てに思い入れがあるんだけどね、初めてその自分の手で作ってるっていうところの観点でなんかまた違った思い入れがあって、とりあえず頑張りたいと思います。なので今週っていうかこの1ヶ月ちょっと Vlog がね短くなっちゃったりとかしちゃうかもしれないんですけど、頑張ってんだなと思って見守っていただけると嬉しいですね。それでも頑張って Vlog 撮りたいと思うんですけれど、さてそういえば先週ご飯のお供グランプリしたじゃん、あと3連休だったわけでしょ、みんな有楽町のアンテナショップに行ってご飯のお供買ってくれてたよ。ありがたいね。ありがたい。いっぱい報告が来て、ちょっと読んでくださいよ。あなたにちょっとメールをちょっと渡してるんですけど、すごいよ。上から読んでったら、上から2個かな。小よとりネームみたらしさん、鹿島屋酒茶漬けでコメント拾っていただけて感激です。その他のご飯のお供にも惹かれまくり、早速3連休に有楽町のアンテナショップ巡りをしました、徳島のアンテナショップで大野のりが売れまくっているようで、店員さんにどこかで紹介されたんですかと聞かれたくらいミクさんの効果絶大みたいですそれをね、それどうなんか分かんないけど、ありがたいね。でもね、多分有楽町の交通会館っていうさ、ところにもう1階に多分入ってるんだけど、でも俺が買いに行った時も、もうなんか大野のりはもう箱で山積みされてた。本当。そうそう。そもそもなんか徳島県の一番の推しみたいな。そうそう。うちらは知らなかったけどものすごい有名らしいよね。他には、こういう鳥ネームリリーさん。ミクさん先生こんにちは。こんにちは。ご飯のお供グランプリ楽しく拝見しました。大野のりの味付けのりを百貨店の物産展で偶然見つけたのです。そのお店の店員さんが大人気 YouTuber さんが紹介してご飯のお供1位になったんです。皆さん買っていきますと激推しされてました。ミクさんパワーすごいと思いました。これから食べるの楽しみです。わーい。それは私だね。さすがに大人気 YouTuber さん嬉しい。なんかね、ルイベ漬けを買いに行ったりとか、塩辛を買いに行ってくれたアコメ屋に行ったりとか、あとはやっぱしんのすけのお米を買いましたっていう報告とか、みんなこの3連休中にいっぱいご飯食べて、美味しい時間を過ごしたんじゃないですかね。いいですね。やっぱさ、いいよね。こ
こういうさグランプリするとさ、その全国の美味しいものが知れて、かつなんかみんなさお互いの県を褒め合うっていうかさ、いやうちの美味しいけど確かに〇〇県の何とかも美味しいですねみたいなさ、なんかとっても平和なグランプリ、また何かやれればいいなと思ってるので、私さ前あなたが言ってたけど、あれそれやりたいなと思うのはさ、ご当地温泉グランプリしたい。あ、そうコメント欄で、とにかく全国のご当地温泉を、とにかくリストアップしてもらう。激渋のやつで、銭湯とかでもいいね。そこに俺らが実際に行くっていう。最初候補いっぱいもらって、わこの温泉もいいねいいねって言って喋って、最終的にここいいんじゃないってとこに行くってことね。そうまあ何個行けるか分かんないけど、その中で、もう最高の、激渋温泉、激渋温泉グランプリ1位を決定するっていう。マジやろうそれ。ただ行くのが大変っていう激渋温泉グランプリを冬中にやりたいね。そうね、もう募集してもいいかもね。一回ちょっと募集してみる。ここで募集しよう。旅館温泉とかさ、宿泊者じゃないと入れない温泉とかあるやん。じゃなくて、日帰りできる温泉、でなんかおしゃれとかっていうのでも全然いいんだけど、むしろなんか激渋なところ、そのドローカルなんですけど、ここのお湯が最高にいいですみたいな、ところがいいよね。ここやばいですよってところ、ぜひなんかコメント付きで教えてください。今週のお手紙はじゃあちょっと彼に読んでいただこうかなと思います。こよとりネーム、自由さん、ミクさん、餃子大先生こんばんは毎週金曜日の21時をいつも楽しみに1週間お仕事頑張ってます。ありがとうございます。年齢を重ねるごとに挑戦することにためらいや慎重さを感じるようになりました。私は視聴者の方から見たミクさんは自分が常に主人公のようなイメージがあり、自分の物語を作ったりいろいろなことで挑戦している姿を見ていつも感銘を受けています。アラサーな私ですが大きなことに挑戦しようと思って準備をしている段階ですが時々不安になったりやらない方がいいのかなと思うことがあります。思い切って挑戦する時の心構えなどを教えていただければ嬉しいです。なるほど、ありがとうございます。挑戦することにためらいを感じてるってことだったよね。なんか確かに私もいろいろ挑戦してきてるんだけど、今までなんでさそういう挑戦しようと思った時に一歩踏み出せたかっていうとさ、やっぱりよく言う、やらない後悔よりやった後悔したくないっていうので動いた。あとは多責にしたくない。例えば、その結婚したからとか子供が生まれたからとか親に反対されたからとか言って人とか何かのそのターニングポイントのせいにしたくないと思ったのと、でも最近よくよく考えるのは、年々さいろんなことができるようになっていろんな体験をする経験をしたりとか、そうしてさいろんなことを経験するとさ、どんどんさなんか欲がさ少なくなってくる、全くないわけじゃないんだけど、やりたいこととか挑戦したいことの数が減ってるって感じるのよ。わかるよ、俺は。わかるよね。そのいわゆる無気力っぽい感じとか、あと人間の欲望って、なんか残念ながら僕みたいなやつは有限なんだなとか思うんだよね。だからそれはなんかあなたは割とすごいなっていうか、あるよね。私結構欲あるの。欲が次々と湧いてくる、その言ったらこれが欲しいあれが欲しい、ここに行きたいこれが食べたいとかもさ、欲だよね。そうマジでね、だんだん思わなくなっていくんだよね。そうで私でさえも思わなくなってくる、でなんかそれぞれがさ持てる欲望の量、総量みたいなのって、これ決まってるのかもって俺は一時期思ってた。私にはじゃあこれぐらいの亀の中に欲望があって、あなたはこれぐらいってことはもともと。そうだからそれを人間使い果たしちゃうと、いろんなことが面倒くさく思えて、そうなの。なんかモチベーションがいわゆる下がるみたいな、挑戦することすらも面倒くさいみたいな、なんかうまくいってるのに面倒くさいってことまで起きちゃうっていうことがあるので、だから挑戦したいことがあるっていうのってすごくなんていうか人生のさ楽しみの一つだと思うんだよね、だから不安があるからやめるっていうのはすっごいもったいないなって思っちゃう。だから私は何かしたいことがあったら別に失敗してもいいからやる。でそれは人生における楽しみの一つだから、そういう挑戦したいことがあるっていうことがどんだけ幸せなことかってやっぱ年々思うもんね。
確かに30代差し掛かるぐらいでなんかまあ一発かましてやろうってさ、思ってるだったら、ぜひなんかかました方がいいよ。そう失敗してもいいから。そうそうこれからもかます気力がなくなってきちゃうなりとかするからね。あとやっぱ癖づけるのが大事やなと思う。なんか挑戦ってさ、かましてやろうって大きいのもあるけどさ、結構日々の中にあるはずやピラティス行ってみようとか、なんかちょっとこれいいかもって思ったけどやめたりとかさ、でもそういうのをなんかとりあえずやっとこうっていうさ、癖にしとかないと、結構年取って危ないなって思って、最近なんかいろいろ無理やり自分をね、いろんなところに連れてきましたなんか前なんか私人生は暇つぶしみたいなことをラジオで言った気がするんだけど、それもなんかさ、その人生を存在に扱ってるわけじゃない、生まれてきたことを後悔してるわけでもない、普通に人生超楽しく有意義に生きてるんだけど、何かやっても何もやらなくてもいいのよ人生って生まれてきて。例えばなんかの国王の息子とかさ、歌舞伎役者の子供とかに生まれたらさ、使命っていうのがあるのかもしれないけどさ、大抵の人っていうのはさ、どう生きたっていいわけよ。どう生きたっていい中でどう生きるかっていうので、一日一日の寿命を伸ばしてるような気がするんだよね。気力という意味での寿命、だから挑戦したいっていうものっていうのはその一つなんだよね。解釈違うかもしれんけど、なんかあなたのその人生暇つぶしだからっていうことの一側面としては、なんか挑戦できない時の不安とかって、結局自分を守ろうとしてるだけな気がするよね。自分を大切にすることは大事やけど、大切にしすぎてさ、なんか守りに入っちゃう時に、どうせ俺の人生なんてって、どうせってね、そういう楽観視とは難しいんだけどね、言いたいことわかるかな、どうせ俺の人生なんて大したことねえよっていう言い訳をモチベーションにするっていうか、ある意味ね、そうどうせ暇つぶしやしっていう負のエネルギーをじゃあやっちゃうかっていう方に持ってくけるのがやっぱ一番いいよね。それぐらいなんかの気持ちの方が生きやすいっていうのか分かんないんだけど、人によるからね、生きやすさっていう、でそれでなんかさ、うまくいったらさ、万々歳じゃない、自分ってすごい人間なのかもしれないみたいな風に、若干思いつつ、どうせ私の人生なんてみたいな感じの気持ちでやると、新しい道が開け、新しい人に出会い、新しい欲望が生まれると思うんだよね。だから強欲なのは意外と悪いことじゃないのかもしれないと思って、これからも欲しいものとかどんどん更新していこうと思って、それはね、本当そう思うよ。本当？やっぱ何やってんだよって思うけど、何が私がなんかいろいろ買ってるとか、これも欲しいあれも欲しいってさ、何やってんだよって思うけど、やっぱ逆に自分がそんだけお金使えとか、なんか何かに時間を使えって言われたら、ねえわと思うだからなんか、でもそういう欲がないとさ、やっぱ人間前に進めないじゃん。そうなんだよ。挑戦したい時はやっぱ挑戦しといて、癖つけて、それだけじゃないから人生、その挑戦だけで人生終わるそういうね、ものすごい壮大な夢を描いてらっしゃる可能性もあるけど、大体さ、大体終わんないから、その一個の挑戦じゃ終わらないわけや。次また何かやんなきゃいけないんだもん。確かに目の前今やろうとしてることあるけど、どうせ私の夢はもっと大きくなるから、これくらいもうやっとこう今のうちにっていうぐらいの気持ちでやっとかんと、なくなっちゃうっていう。いや、そうなんですよ。なんでぜひね、不安もあると思うんですけど、むしろ失敗したらじゃあまたなんか新しいことできんじゃんみたいな感じで、やって一歩踏み出してほしいなと思いますね。まだまだ何回でも人生変えれると思うので、多分あなたの夢はもっと大きくなるので、ジュウさんのね、最初の一歩くらいはちょちょっと終わらしちゃいましょう。そうです、やっちゃいましょうでは次お願いします。小雇りネーム飛べるひよこ。ミクさん先生、こんばんは。こんばんは。ミクさんの動画いつも素敵な編集で本当に癒されています。ありがとうございます。最近私はミクさんの過去動画のお気に入り動画を見るのが好きですが、その中でも卵10個の動画と30歳になりましたの動画が大好きです。
ここで質問なんですが、ミクさんや先生は過去動画を振り返ってみることがありますか？はい、また新しくエッセイ Vlog を投稿することはありますか？はい、ありがとうございます。嬉しい。さ、卵10個と30歳になりましたの動画が好きって言ってくれたよね。台湾の時？どっちも台湾の時で、卵10個のやつは卵10個で何ができるみたいなタイトルのやつで、10個の卵でなんかおやつ作るんだよね。カステラとかなんかあと何だったっけ、プリンとか作ったりとかしたんだけど、あれすっごい大変で、今までの歴代の中でなんかもう3か4位ぐらいに入るぐらい大変だったんですけど、カステラ失敗したし、なんかプリンもまあまあ大変で、何これこんなに大変なんだろうみたいな思って出したらさ、全然回んなかったね再生回数だからそれを好きって言ってもらって嬉しいし、30歳になりましたの動画結構私も好き。あれ歌がいいんだよね。どんなんだっけ？なんか Q&A 形式でなんか自分のことを語るっていう動画だったんだけど、あれ結構私好きで、構成とか歌が、それもぜひ見てほしいんですけど、私が今まで出した中で好きだったやつ、 OL 冬の What's in my bag。 私が一人暮らしの時に、一人暮らしの家で撮ったやつなんだけど、クリスマスのさ「チャン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 」ってなんかルドルフの歌で、ストップモーションで私のバッグの中身たちが右から左にクリスマスのなんか列車みたいに乗ってやってって、めっちゃクリスマスの雰囲気でカバンの中身紹介して、最後エンドロールで後ろの背景、クリスマスの絵の背景が下から上に動きながら紹介した商品たちをこう見せていくってやつなんだけど、それ結構ねお気に入り頑張ったなって思って。あといっぱいあるよ。私あれも好きだよ。台湾の時のルックブックの台北の街中いろいろ歩いて撮ったやつなんか30度超え真夏のコーディネートのやつも結構好き。あれ2人で頑張ったよね。そうね。あとはね、これも台湾の時なんですけど、結婚願望なかった彼が結婚を決めた理由っていう動画覚えてる？いや全く覚えてないんだけど。嘘。それはなんか遠距離からどう結婚まで至ったんですかみたいな、そういうなんか質問が多かったから、そのアンサー的な感じで出した動画なんだけど、あなたと一緒にパズル作りながら質問に答える動画を、でそれも結構好きで、それはなんかうちらがパズルのピースをはめるかのようにお互いの気持ちを確認して結婚したっていう話と、実際にお二人でパズルを組み立てるっていうダブルミーニングみたいなその構成を自分で思いついた時、これやばいなと思って、めっちゃ楽しかったな作るの。意外と台湾の時の動画お気に入りなんや。なんか結構さ、しんどそうではあったよあの時そうだね、結構あの時しんどくて、なんかもしかしたらあの時に YouTube やめててもおかしくないぐらいしんどい瞬間とかあったんだけど、なんかしんどい時こそなんかさ、結構変な話クリエイティブが発揮される瞬間ない？どうなる？でもなんかあの時は、なんかやめたいぐらいきつい中でも、なんか私は絶対毎週1本動画出すとか言ってなんかもう意地になって作ってたよね。なんかそうそう泣きながらやってたもん、何回もさあなたにやめればいいじゃんとか言われてさ、そうそうやめないもんとか言って、そう子供そんな言うならやめたらいいやん。いやだやめないとかじゃあやれよっつってそうそれで作ったやつ、あれも好き。東京に来て2人で住んでた家の時の6時起き30分で効率よく1日を始めるっていうモーニングルーティン、これも結構ね構成考えたやつで、6時に起きた自分とそうじゃない自分の1日の差ってどういう風になってるでしょうっていう風に見せるモーニングルーティン、覚えてない？それ手伝ってもらったよ撮影あなたに、6時に起きた時とそうじゃないだらけた自分が同じ画面に出てきたりするの、あとねスイスの動画も好き。私昔の動画はあんまり見返さないんだけど、ここ 1,2 年のやっぱ旅動画とかは結構見直すかな。その中でもスイスが一番見てるかも。見てて楽しい。俺もねスイスはね、この前なんかおすすめ出てきて、なんかふと見たら、マジで行ったんやなと思う。俺あなたよりもその動画を見返した時に、現地の当時の記憶が蘇る。だって画角ってさ、俺が見てる画角ない。
ああそっか。そう基本旅はあなたが撮ってくれてるもんね。そうだ外で。から旅動画はもうリアルな俺視点やから、ああね。その時の記憶がそのまま出てくるっていうか。なるほどね。そう思い出せんだ、ん画角で。スイス面白いよね。あと結構自分たちの最近というラジオのまとめ聞いてる。散歩中とかにラジオのまとめを聞いたりしてますね。なんか俺昔のやつ好きって言ってもらえるのがすごく嬉しいの。あとあれよ、エッセイ Vlog がまたやらないんですかって。あーわかんないね。やりたくなるかもしれないし、やりませんとかはないかもしれない。突然やりたくなるかもしれないし、ね、でもそもそもエッセイ Vlog って何って。本当それな。だってエッセイ Vlog って名付けたの俺やからね。そうだっけ。そうだよ、エッセイ Vlog っていう言葉を作ったのはそう多分俺やからね。マジで。なんか定期的に言われてたじゃん。なんてエッセイ Vlog、なんか昔の方が良かったみたいな。いやすごかった最初、ね、最近本当なくなったけども、つい最近まで言われてたんじゃないかな。昔の方が良かったって、なんか一回さ、エッセイ Vlog 出したよ。東京帰ってきてでした全然回らんやんけとか言って全然回んなかったんだよね。あんなになんか見たいって言ってた人いっぱいいたのになと思って、拍子抜けして。やっぱそういう時期とかがあるよねやっぱ。それはねそうだと思う。俺が客観的に近くで見てて思うのは、エッセイ Vlog 書けるとは思うよ、今でも、その当時のエッセイ Vlog の、あれを欲してる人の期待してるものには添えないんじゃないかなと思う。ああ例えばどういう感じ。もっと強くなっちゃってるからチャンミーが。チャンミーっつっちゃったはずそうね。あの時はプルプル震えてたけどね。そう、なんていうの、この今のタイミングで、当時の感じをあなたに出せっていうのは、結構難しいんじゃないかなと。当時の雰囲気をね。まあ再生数は全てじゃないんだろうけど、一つの指標ですから。結局需要と供給で考えると、実はそんなに望まれてない。どうしても新しいの見たいとか思うんだけどさ、やっぱあの時のやつ以上のものってやっぱないんだよね。これもさっきのさ一つ前の自由さんの質問にもあったように、自由さんと多分同じぐらいの年齢の時に YouTube 挑戦したんだよね私。初めて今7年 YouTube やってるんですけど、じゃあ当時もし挑戦するの怖くてやめてたら今はないからね。でそんで挑戦して今7年経ってるじゃないですか。またなんかやらなきゃなとか思うわけじゃん、YouTube やめるとかじゃなくて、またなんか新たな挑戦したいなとかやっぱ思うからさ、やっぱ挑戦っていうのはどんどんしていった方がいい、どんどん現れてきますから。一個だけじゃないんだねやっぱ人生っていうの。そうね、やっぱ何回か挑戦はしてないかなと思う。そんな感じで、今月はこのリース作り月間を本当にね強化して頑張っていきたいなと思ってますので、私とそして彼が作るこのリース欲しいなと思ってくださる方がいたらぜひ購入を検討していただけると嬉しいです。販売はおそらく11月の末頃発表になるかなと思いますね。多分だけど11月28の動画で、でなんか抽選とかなんかいろいろ言ってたけど、多分難しいんで、先着になると思います。数的にはちょっとどれくらいここから増やせるか分かんないけど、今のペースだと150とかで限界だと思います。インスタグラムのサブスク会員さん向けの先着と、一般向けの先着の2パターンになるかなと思います、だからインスタの人はもうちょっと早いのかな。インスタでサブスクになってくれてる方はちょっと早くできて、その後に一般ということですね。っていう感じですかね。ちょっと今回はテストということでね、来年も続けれたらいいなという気持ちも込めて、しかもどれぐらいね購入してくれる方もいらっしゃるか分かんないじゃん。でもマジでもう我が子なんで本当に
壊れたら、めでてくれる人、めでてちゃんと自分で修理できる人、修理したい気持ちがある人にの買ってほしい。元に行ってほしい。もちろん取れないように確認してるので安心してほしいんですけど、もし万が一ね使ってる間に取れちゃったりとかしたら、あらあらって言って付け直してくれるような、そんな人の元に行ってくれたらすごく嬉しいなって思います。でもなんか、新たな、なんか忘れてた気持ちをちょっと思い出させてくれましたよ。お何？いや、やっぱ仕事してるとさ、やっぱ数字でさ、やっぱ追っちゃうところがあるけど、ビジネスだからね。ビジネス的に言えばね、ビジネス的に効率的にはあまりないし、もっとやるべきこと、やれることはたくさんあるのにここをね、こうやると言って聞かない作家大先生のわがままによって、今こういう状況ですが、いや本当になんか一個一個に向き合うっていうか、愛着っていうかさ、なんかちゃんと一個一個、なんかいい顔してるなと思いながら送り出してる感じ。物を作って売ってるなっていう実感が湧くっていうか、どこに出しても恥ずかしくない子です。育ちました。はいどこにもうどこに出しても恥ずかしくない子を育てました。育てました。リースってさ、生活には必要ないものだと思うんだよね。別に買わなくたって生活には困らないじゃん。でもこれを飾ることによってこの1年の終わり、ほっと今年も頑張ったなって思ってもらえるような、そんなリースになったらいいなと思うし、来年も飾ろうと思ってウキウキ保存してさもらって、次の年も飾ってもらったりとかしたら嬉しいなって思うし、ぜひ皆さんよろしくお願いします。数は本当に少ないんですけれども、心を込めて作っていくので、ぜひ最後まで見届けていただけると嬉しいなと思います。では最近童謡ラジオでは、私たちへの質問、相談、あとはトークテーマなどを随時募集中です。そして今週からゆるぼっとして全国ご当地日帰り激渋温泉グランプリ開催に向けて、うちのこの近くの温泉最高です、ぜひ行ってみてくださいっていうのがあれば、コメント欄にこよとりネームをつけてコメントよろしくお願いします。ぜひ寒い冬中にねちょこちょこと行きたいと思います。ダメよ、温泉ではないんですがとかはということで今週もありがとうございました。また次もこういう感じで作りながらラジオしていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんからのお手紙お待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。